ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道について解説しているぜ。最近は海外旅行のハードルが下がってきていて気軽に海外の鉄道に乗れる時代に戻りつつあるね。そうだな。今年は久しぶりの海外旅行を計画しているという人も多いのではないだろうか。しかし、コロナ禍の2年半の間に鉄道事情が大きく変化してしまった国もある。その一つが台湾だ。新型車両 EMU900、EMU3000 が登場し勢力を伸ばす一方、古い車両は次々に引退している。2020年に旧型の客車列車不会社が廃止、2021年に EMU300 型が運用離脱、2022年には EMU1200 型や復興号、手動ドアの旧型虚構号が引退したぜ。古い車両が次々に引退しているのね。さらに現在、ディーゼル自強号と呼ばれる機動車の自強号も引退が進んでいる。ディーゼル自強号は台湾南部、東部の非電化区間に直通可能な優等列車として導入されたが、2020年に南海線の電化工事が終わり、自強号が走る区間は電化が完了したことで活躍の場がなくなってしまった。現在は電化区間で少数が運行されているが順次 EMU3000 に置き換えられる予定であり、旧式の DR2800 型と DR2900、3000型は2023年4月末で引退が予定されているぜ。引退の前に乗っておきたいところだね。というわけで今回はディーゼル自強号の車両たちについて解説していくぜ。ディーゼル自強号の車両は現在 DR2800 型、DR2900、3000型、DR3100 型の3形式がある。まずは3形式に共通する特徴を解説するぜ。ディーゼル自強号は3両1ユニットの機動車だ。通常3ユニットをつなげた9両編成で運行され、多脚時には12両編成での運行も行われる。貫通扉を備えているため連結部は通り抜けが可能だぜ。なかなかの超編成だね。台湾の列車は比較的長い編成が多く、新型の EMU3000 も12両固定編成だ。また、ディーゼル自強号の車両は製造元は異なるものの全て日本製だぜ。なんとなく日本の車両っぽい見た目だと思っていたけど、やっぱり日本製なのね。車体はステンレス製でオレンジと黄色の帯を巻いている。乗降口は各車両に片側1箇所ずつしかないが、乗降口と反対側には非常口がある。非常口部分には座席がなく、デッドスペースとなっているぜ。前面は視認性の高い黄色とオレンジの塗装。配色機は黄色と黒の警戒色で塗装されている。3形式とも塗装は共通しているぜ。ここからはそれぞれの形式の特徴、現在の運用について個別に見ていこう。DR2800 型は東急車両製。1982年に運行開始した最古産のディーゼル自強号だ。同じく東急車両製の仙台 DR2700 型の基本設計を引き継ぎ、車体はステンレス製で米国のカミンズ製エンジンを搭載している。この形式の目を引く特徴が車体側面の細かいコルゲートだ。DR2800 型は米国バッド社のライセンス供与を受け製造された東急車両製オールステンレス車両の一つだぜ。バッド社のライセンス下で製造された東急車両製オールステンレス車両には東急7000系や南海6000系などがあるね。DR2800 型のエアコンは車端部に設置されており、側面を見るとドア横の通気口がよく目立つぜ。エアコンが車内に収められている分、屋根上は他の形式と比べてスッキリしているね。車内はこんな感じ。車体中央部の円形の壁が目を引く。この壁は車内に張り出した配管を隠すために設置されているぜ。中華式庭園の門を連想させるデザインでおしゃれだね。外から壁の部分を見れば床下のエンジンと屋根上のラジエーターや煙突をつなぐ位置にあることがわかるぜ。座席はこんな感じ。回転式リクライニングシートである。シートピッチが広めでリクライニング角度が深いので快適だぜ。日本の特急型車両にもありそうな座席だね。座席後面にはフットレストもついているが、壁の部分のフットレストは簡易的なものになっているぜ。DR2800 の車内には鉄道ファンなら興味をそそられる部分がある。先頭車の運転台横のスペースだ。2席だけ座席があり、半個室のようになっているぜ。連結部の様子を観察できるね。先頭の運転席横に入ることができれば全面展望が楽しめるはずだが、残念ながら通常は閉鎖されているぜ。この部分に入れるという特徴は同じ東急車両製の南海6000系と同じだね。DR2800 型は2002年、2011年に更新工事を受けており、手動の折り戸から自動スライドドアへの変更、行き先表示器の LED 化などが行われた。同時に車内もリニューアルされているぜ。車内ドアの独特な形状の窓は虚構号の客車と同じデザインだね。15編成45両が製造された DR2800 型だが、現在の定期運用はたった1往復。11時27分樹林発可練行きの224時と、18時8分可練発樹林行きの235時だ。それも2023年4月で運行終了が予定されている。興味のある方は運行終了までにぜひ乗っておいてほしいぜ。
ちなみに DR2800 型には軌道減速車に改造された編成があり、こちらは今後も活躍が見られるぜ。次は、DR2900 型、3000型について見ていこう。DR2900 型は1986年に日立製作所で15両が製造された。DR3000 型はその増備車両であり、1990年に同じく日立製作所で81両が製造された。車両番号の重複を避けるため増備車両は DR3000 型と呼ばれるが基本的には DR2900 型と同じ設計の車両であるためまとめて解説する。DR2900、3000型は DR2800 型の基本設計を踏襲し、車体はステンレス製でカミンズ製のエンジンを搭載している。ただし、DR2800 型と異なり裾が絞られておらず、側面のステンレス板はコルゲートから数本の細い補強線が入った205系のようなデザインに変更されている。また、冷房機器が車端部の屋根上に設置されている点も DR2800 型と異なる。前面のデザインは DR2900 型と非常によく似ているが、窓の大きさや塗装など細かい部分では違いもあるぜ。1990年製の車両にしてはやや古風な外見だね。車内も見てみよう。DR2800 型と異なり化粧板は木目である。DR2800 と同じく車両中央には配管を隠すための円形の壁がある。デザインは DR2800 型とは異なり、星の模様がついた金属のパネルになっているぜ。ギラギラしている分、DR2800 型よりも壁の存在感が強いね。DR2800 とは異なり、壁にも座席と同じフットレストがついているぜ。座席はこんな感じ。リクライニング角度が深く快適だぜ。長時間の乗車でも疲れなさそうだね。DR2800 型と同じく、運転室横のスペースにも座席があるぜ。DR2900、3000型も DR2800 型と同じタイミングでの引退が予定されている。DR2900、3000型の現在の運用は6列車。樹林発カレン行きの242時と246時、カレン発樹林行き221時、カレン発台東行き420時、台東発樹林行き407時、関山発台東行き468時だ。次は、DR3100 型について見ていこう。DR3100 型は1998年に登場した比較的新しいディーゼル自強号だ。基本設計は DR3000 型と同じであるが、製造所は日本車両製造。第1編成は日本で製造され輸出されたが、第2編成以降は日本車両製造の技術支援のもと台湾の東映鉄工省で製造された。製造数は30両。ディーゼル自強号は9両または12両で運行されるために、3編成しか存在しないことになり、大鉄の中では少数派の車両だ。エンジンは以前の車両と同じくカミンズ製だがより強力な新型を搭載している。DR2800 型と DR2900、3000型は連結して運行された実績があるが、DR3100 型は互換性がなく多形式と連結して運行できないようだぜ。外見の特徴としてはライトの場所が近鉄の通勤車のような位置に変更されているね。そうだな。運転席の窓が上方に伸び、以前の車両に比べると近代的なデザインとなった。側面は DR3000 型と似ているが、車内の円形の壁がないため窓の配置が等間隔になっているぜ。円形の壁がないの？そうなんだぜ。DR3100 型には円形の壁がなく車内がスッキリとしているぜ。座席は DR3000 型とほとんど同じだ。デッキはこんな感じ。トイレの前には折りたたみ式の簡易座席がある。他の形式と同じく運転室横にも座席があるぜ。DR3100 型で運行される列車はカレン、長州間の2列車のみ、10時50分カレン発長州行き191時と、9時10分長州発カレン行き192時だ。DR2800 型や2900、3000型と異なり現時点で引退の予定はないぜ。ちなみに、台湾には DR1000 型という DR3100 型によく似た形式が存在する。DR1000 型は DR3100 型と同時期に日本車両製造で製造された機動車で、設計には DR3100 型との共通点が多い。ただし、DR1000 型は自強号ではなく非電化支線の区間車として運行される形式である。両側に運転台を備えた単行運転も可能であり、車内にデッキはなくロングシートだぜ。DR3100 型と違って DR1000 型には特徴的な円形の壁があるんだね。DR1000 型は現在のところ置き換えの予定はないぜ。台湾のローカル線の旅ではお世話になる形式だね。最後に3形式の特徴をおさらいするぜ。前面、側面、車内。今回の解説はここまで。DR2800 型、DR2900、3000型の引退前にぜひ台湾のディーゼル自強号に乗ってみてほしいぜ。コロナ禍が落ち着き台湾に気軽に渡航できるようになった今がチャンスだね。ご意見ご感想お待ちしております。
高評価とチャンネル登録もよろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。